こんにちは。今回は1990年から4年以上にわたって続いた長崎県の雲仙普賢岳の噴火についてご紹介します。当チャンネルではこれまで北海道の有珠山噴火について取り上げてきましたが、雲仙普賢岳が存在する島原半島ジオパークは有珠山がある洞爺湖有珠山ジオパークとともに2009年日本で最初に世界ジオパークに認定された3カ所のうちの一つです。ちなみにもう1カ所は新潟県の糸魚川ジオパーク。このような共通点から今回雲仙普賢岳の噴火を取り上げてみました。有珠山噴火に興味がある方はぜひ過去の動画もご覧ください。また本動画は以下のようなチャプターで構成されており、概要欄のタイムスタンプからお好きなチャプターに飛ぶことができますのでぜひご利用ください。では早速解説を始めます。1. 島原半島と雲仙。長崎県南部有明海に向かって膨らんだ島原半島の中央に雲仙岳と呼ばれる火山があります。雲仙岳を形作ったマグマは粘り気が強く、そのため雲仙岳にはいくつもの峰が存在しており、それぞれに固有の山の名前がついています。つまり雲仙岳とは複数の山を総称した呼び方なのです。そのうち噴火の始まった1990年当時、最高峰であったのが標高1359メートルの普賢岳でした。この雲仙岳最高峰の普賢岳で噴火が始まったため、雲仙普賢岳が噴火したと呼ばれるようになりました。雲仙、その語源は温泉だそうです。雲仙岳周辺は火山の恩恵により温泉だけでなく豊富できれいな水が得られる一方で、火山噴出物によって形成されたなだらかな斜面で育てられる豊かな農作物も魅力の一つです。しかし火山はあくまでも自然のものです。人間に恩恵をもたらしてくれるだけではなく、時にはその牙を容赦なく人間に向けてくることもあります。今回ご紹介するのはそんな雲仙岳が起こした有史以来3度の噴火のうち2023年現在最後の噴火となっている平成の大噴火についてです。なお噴火の名称については各報道機関や行政組織によって表記に揺れがあるため、ここでは仮称として平成の大噴火という呼び名を使用させていただきます。平成の大噴火について解説する前に、それ以前に2度起きている噴火について簡単に触れておきます。古来より幾度となく活動を繰り返してきた雲仙岳ですが、記録に残っている最初の噴火は1663年、江戸時代前期に起きた寒噴の噴火です。この時は溶岩の流出や火口から出水して川が氾濫し、死者30名余りを出しました。記録に残る2度目の噴火は1792年、江戸時代後期に発生しました。この時の噴火では雲仙岳の麓にそびえる眉山で山体崩壊が発生しました。山体崩壊によって発生した4億立方メートルとも言われる大量の土砂は島原の城下町を襲っただけではなく、そのまま有明海に流れ込んだために巨大な津波が発生して沿岸の熊本や天草にも襲いかかりました。犠牲になった人数は約1万5000名。これは現在まで我が国における最悪の火山災害となっています。この出来事は人々の記憶に強く刻み込まれ、眉山の崩壊は島原大変、熊本の被害は肥後迷惑と呼ばれるようになり、一連の出来事を総称して島原大変、肥後迷惑と呼ばれるようになりました。2. 予兆。噴火活動が始まる1年前の1989年11月から発生した島原半島西部の橘湾で観測された群発地震を皮切りに、その後1年間、地震や火山性微動が断続的に続き、その観測位置は次第に雲仙岳に向かって東に進んでいきました。九州大学理学部附属島原地震火山観測所所長の太田和也教授によると、橘湾の地下には巨大なマグマだまりが存在しており、このマグマが地下を移動する際の振動が地震として記録されていたのです。20年前に太田教授がこのマグマだまり説を唱えた際には、周囲の人々はほとんど見向きもしませんでした。しかし時を経て噴火という形で教授の説が証明されることになったのです。教授は噴火活動が始まるとマスコミのヘリに便乗し、普賢岳の上空へ毎日のように観測に向かいました。一方行政では太田教授の助言を受けた金ヶ江寛一島原市長率いる災害対策本部が
避難勧告地域を設定して人の立ち入りを制限するなど、噴火に対する行政的な備えを始めていました。3. 噴火。1990年11月17日午前3時35分、激しい火山性微動が始まったのを皮切りに、夜明けとともに2カ所の火口で噴火が発生。江戸時代の噴火から198年ぶりに雲仙は長い眠りから目を覚ましたのです。この後、雲仙岳の山頂周辺では幾度となく大小規模の噴火が繰り返され、半年後の1991年5月20日からは普賢岳の山頂部で溶岩ドームが成長を始めました。また、溶岩ドーム形成に先立つ5月15日、この日午前1時頃から降り始めた雨は、朝方には時間雨量23ミリの土砂降りになっていました。しかし、地表はそれまでの噴火活動で火山灰に覆われており、大量の雨は地中に染み込むことなく地表面を走るようになっていました。その結果、名前の通り普段は水の流れていないはずの水無川で土石流が発生しました。これを受けて水無川上流部では一時的に避難勧告が出されましたが、雨が収まると勧告は解除され、以後土石流の危険性が高まるたびに勧告と解除が繰り返されていきました。4. 火砕流の始まり。5月24日、成長を続けていた溶岩ドームの一部が崩落し、この噴火で初めての火砕流が発生しました。火砕流とは、火山灰や軽石などの火山噴出物と火砕サージと呼ばれる高温のガスが混じったものが山の斜面を高速で流れ落ちる現象のことです。斜面を下るスピードは時速100キロを超えることもあり、温度は1000度を超えることもあります。人間の遺体を火葬する時の温度がおよそ800度と言われていますから、火砕流に飲み込まれれば一体どうなるのか。しかし、当時の人々には火砕流の恐ろしさはほとんど理解されておりませんでした。以後、溶岩ドームが成長しては崩落して火砕流が発生するというサイクルが繰り返されていきます。火砕流が繰り返されると、木々は焼かれ、地面の凹凸は埋められるため、階を追うごとにその到達距離はどんどん伸びていきました。5月26日の火砕流は火口から約 2.5 キロも流れ、民家まで500メートルのところまで到達しました。昼頃には北上古場町と南上古場町からなる上古場地区の住民たちが自主避難を開始。また、この日の火砕流では作業員1名が負傷したため、13時5分に島原市災害対策本部からも避難勧告が出されました。続く5月29日夜の火砕流では山火事も発生したため、近隣住民たちの不安は募るばかりでした。5. 定点。火砕流の姿が写真や映像として配信されると、たちまち世界中から雲仙普賢岳の噴火が注目されるようになりました。注目したのは火山学者ばかりではなく、一般の人々や彼らに刺激的な映像を届けたいと願うマスコミの姿もありました。マスコミの報道合戦は日を追うごとに激しくなり、避難勧告地域内の県道沿いを撮影ポイントとして居座るようになりました。いつしか定点と呼ばれるようになったこの高台は、普賢岳を真正面に捉えることができるという絶好の撮影ポイントでした。行政、警察ともにマスコミに対して避難を呼びかけていましたが、彼らはそれを無視し続けました。避難勧告はあくまでも避難を進めるものであり、法的拘束力のない単なる呼びかけに過ぎませんでした。避難勧告は2021年の法改正で避難指示に一本化されて消滅しましたが、この法的な力を持たない避難勧告が後の悲劇を招くことになったのです。一方、この噴火に注目していたのは日本人だけではありませんでした。山火事の起きた5月29日の夜、世界的に有名なフランス人火山学者のクラフト夫妻が火砕流の映像を撮影するために現地入りしていました。太田教授とも旧知であった2人は世界中の火山噴火を写真や映像に収める活動をしており、それらの記録は時として各国の行政を動かして住民の命を救うことに貢献していました。彼らのやり方はとにかく噴火に近づくという危険な方法で、いつか溶岩の中でボートを漕いでみたいと語るなど命知らずな側面もありました。彼らはアメリカ人火山学者のハリー・グリッケンと共に現地入りし、マスコミが拠点を構えた定点よりもさらに2、300メートルほど山に接近した場所に撮影ポイントを構えました。
彼らは火砕流の危険性をある程度理解していましたが、撮影ポイントが高台になっていたことから火砕流に襲われる心配はないと考えていました。当然彼らも行政や警察の指示に従うことはありませんでした。ならばなぜ強制力を伴う警戒区域の設定はなされなかったのか。6. 警戒区域と公的保障。警戒区域の決定権は市区町村長、つまり島原市で言えば金ヶ江市長にありました。国や県から強い要請を受けていたにもかかわらず、金ヶ江市長は住民の生活を守りたいがゆえに警戒区域の設定を頑なに拒んでいました。警戒区域を設定した場合、住民は区域内に一切立ち入ることができなくなります。皆さん自身の立場で想像してみてください。明日から自分の家に行ってはいけません。仕事にも行ってはいけません。物を取りに一時的に帰ることもできません。しかし、災害対策基本法には公的保障の概念が存在しないのです。つまり、災害で被害を受けても、その保障に税金を使用することはできず、自分で何とかするしかないというのです。後に、阪神・淡路大震災をきっかけに、被災者生活再建支援法が制定され、自然災害による被害に対して公的保障が法制化されましたが、この時はまだ何の保障も受けることはできなかったのです。警戒区域を設定すれば安全は確保できますが、街はゴーストタウンとなります。しかも、それまで住宅密集地に警戒区域を設定した前例はありませんでした。生活は奪われるが、保障は一切しないでは、住民たちを納得させられるはずがありません。金ヶ江市長は、警戒区域を設定するならば、住民に対する保障を約束してほしいと幾度となく陳情していましたが、国の反応は鈍く、その交渉に時間だけが奪われていきました。噴火で死ぬか、生活を奪われて死ぬか、住民たちにどちらの選択もさせたくない市長の孤独な戦いが続いていました。7. マスコミの問題行動。6月に入ってからも避難勧告地域内の定点には相変わらずマスコミが居座っていました。地元の警察官たちは定点を巡回しながら彼らに避難を促していましたが、強制力のない避難勧告にマスコミが従うことはありませんでした。それどころか、6月2日の警察の記者会見で、マスコミが留守になった避難住民の家に勝手に入り、電話やコンセントを勝手に使用したり、周囲にゴミを散らかすといった問題行動の数々が明らかになりました。避難により、ただでさえ不安になっていた住民たちを、さらに余計な不安が襲うことになったのです。ここで立ち上がったのが、地元の上小葉地区消防団の人々でした。相次ぐ火砕流の危険性を受けて、隣町の公民館に拠点を移していた彼らは、地元住民たちの不安を少しでも和らげたいと、当初拠点を置いていた北上小葉農業研修所に戻ることにしたのです。農業研修所から定点までの距離は約300メートル。ここからならマスコミの行動を監視することができ、万が一の際には、時折農作業や荷物の回収で避難勧告地域内に戻ってくる住民たちを避難させることもできます。こうして避難勧告地域内に残されたのは、マスコミ関係者16名、外国人火山学者3名、避難誘導に当たっていた県警機動隊員2名、研修所で警戒に当たっていた消防団員12名、マスコミがチャーターしたタクシー運転手4名、一般人6名の計43名でした。8. 運命の6月3日。この日は朝から雨が降り続き、普賢岳の山頂部は厚い雲に覆われていたため、麓から様子を伺うことはできませんでした。6月に入ってからは噴火活動も落ち着いていましたが、実際には山頂で新たな溶岩ドームが静かに形成されていたのです。6月1日には地元住民からの強い要請を受けた金ヶ江市長が避難勧告地域の縮小を検討。太田教授に相談し、上小葉地区の2町以外は解除しても良いという判断を受けて、避難勧告地域を一部解除しました。火山灰の混じった泥のような雨が降り続く中、午後3時半を過ぎた頃から、普賢岳では再び中小規模な火砕流が発生し始めました。午後3時57分、最初の大規模火砕流が発生しましたが、この火砕流では特に被害はありませんでした。しかし、そのわずか10分後の1991年6月3日午後4時8分、成長を続けていた溶岩ドームが大崩落を起こし、それまでとは比較にならない規模の大火砕流が発生しました。
ここで改めて雲仙岳の形を見てみましょう。冒頭にも述べたように、雲仙岳は複数の峰が集まって成り立っています。今回の噴火活動では島原の市街地に面した東側斜面で火砕流が起きましたが、この東側斜面にも貝野岳や伊能山といったいくつかの峰が存在しています。6月3日の大火砕流は貝野岳と伊能山に挟まれた水無川流域だけでなく、その南側の貝野岳と牡丹山に挟まれた赤松谷川方面にも凄まじい勢いで流れ下りました。この赤松谷川方面の大火砕流はテレビ朝日のカメラマンにより鮮明な映像が残されていましたが、この日は南風が吹いていたため、偶然の強風で奇跡的に火砕流は麓に襲いかかる直前で北方へと流されていきました。一方、水無川方面の下流にはマスコミが拠点としている定点や消防団のいる農業研修所があります。周囲には火砕流が斜面を下る轟音が響いていたものの、厚い雲のせいで火砕流がある程度下ってくるまで状況がつかめていませんでした。火砕流が雲を抜けて姿を現した瞬間、定点にいた人々はその恐ろしい光景に衝撃を受けたことでしょう。また、農業研修所にいた消防団員たちは、響き渡る轟音と朝からの雨のため土石流が発生したと判断して建物を飛び出したところ、猛烈な火災サージに襲われてしまいました。9. 大火砕流の被害。6月3日の大火砕流は主に水無川流域に襲いかかりました。多くのマスコミが拠点とした定点では、万が一に備えてマスコミがチャーターしたタクシーがエンジンをかけたまま路上に待機していました。この日は南風であったため、風上である南に逃げれば火砕流を避けることができるとマスコミは考えていましたが、前述の赤松谷川方面に流れた火砕流が南風で定点方向に流されていったため、定点の人々は退避するつもりでいた南方向からも火砕流に襲われることになりました。このため定点ではマスコミ16名とタクシー運転手4名の計20名が犠牲となりました。定点よりも山に近いところにいた外国人火山学者3名も死亡。火災サージに巻かれた消防団員の多くは自力で避難勧告地域外に脱出したものの、重度の熱傷及び高温のガスを吸い込んだことによる気道熱傷により12名が犠牲となりました。この他にも本部から撤退命令を受けながらも避難を呼びかけるために定点に向かった県警機動隊員2名、土石流被害拡大防止のために橋に引っかかった選挙ポスターの掲示板を撤去する作業を依頼されていた作業員2名、そして農作業に当たっていた地元住民4名も犠牲になりました。結局、避難勧告地域内に残っていた43名全員が命を落としました。また、住宅49棟を含む179の建物が焼失。火山灰で辺り一面灰色に覆われた上木場地区は文字通り壊滅状態となったのでした。なおこの火砕流は太田教授が解除を許さなかった避難勧告地域を飛び出すわずか50メートル手前のところで止まりました。10. 続く噴火活動。6月3日の大火砕流による被害を受け、行政は6月7日、ついに上木場地区を含む5つの町に警戒区域を設定。これにより区域内への立ち入りは禁止されました。翌6月8日の夕方には警戒区域の全住民の避難が完了しましたが、そのわずか数時間後の午後7時51分、溶岩ドームが再び崩壊し、6月3日を上回る大火砕流が約 5.5 キロ下流の国道57号付近にまで到達。警戒区域内の無人となった207棟の建物を襲いました。8月中旬に入ると新たな溶岩ドームの出現により、火砕流が普賢岳北東の押ヶ谷方面に集中し始めたため、9月9日、島原市は押ヶ谷の下流にある千本木地区を警戒区域に設定しました。この時が今回の噴火活動中最大規模の警戒・避難勧告対象数となり、2990世帯、計11,012人が避難を余儀なくされました。この千本木地区では2年後の1993年6月23日、自宅の様子を確認しに帰った男性1名が火砕流に巻き込まれ、全身やけどの末、命を落としました。これがこの噴火活動における最後の犠牲者となりました。その後も噴火活動は続き、収束するまでに延べ9432回もの火砕流が発生しました。土石流と合わせて
家屋への被害は約2500戸に上り、被害総額は約2300億円とも言われています。約4年にわたって続いた噴火活動は、1996年6月3日、43名の犠牲者を出した大火砕流と同じ日に収束宣言が出され、再び長い眠りについたのでした。11、その後の雲仙。長らく続いた噴火活動によって雲仙岳は大きく姿を変えました。それまで雲仙岳最高峰であった普賢岳を上回る巨大な溶岩ドームが出現し、このドームは後に平成新山と命名されました。しかし、この平成新山周辺には崩落の危険性が残されているため、麓の一部地域では現在も警戒区域の設定を解除することができず、水無川上流部は次の災害に備えた砂防事業のために人が住むことはできなくなってしまいました。地域住民の多くは移転を余儀なくされ、水無川流域には現在も砂防堰堤や導流堤の整備が進められています。最後に、その後の北上古場農業研修所と定点について説明して、この動画を締めたいと思います。これらの周辺では6月3日の大火砕流で多くの人々が命を落としましたが、周囲は砂防事業の指定区域内となり、同時に警戒区域でもあることから長らく立ち入りが難しくなっていました。しかし、被災から10年後の2002年、悲劇を風化させたくないとの住民の思いから農業研修所跡の保存事業が開始されました。翌年には跡地が整備され、火砕流に埋もれていた消防車の残骸や建物の基礎が遺構として残されています。現地に建てられた慰霊碑には、亡くなった消防団員12名と県警機動隊員2名の名前が刻まれています。それに対して定点に対する住民の思いは複雑でした。マスコミの身勝手な振る舞いにより知人や身内が犠牲となったのですから無理もありません。噴火の収束後も定点には2001年に島原市が設置した木造の三角錐のモニュメントが置かれているだけでした。しかし2019年、地元の造園業者がマスコミから自社の埋もれた車両を掘り起こしたいという相談を受けたのをきっかけに、住民たちの間で定点周辺の整備について話し合いが行われました。その結果、悲劇から30年を経た2021年、定点周辺で工事が行われ、ついに保存整備が行われました。整備後は掘り起こされたパトカーやタクシー計4台が展示されており、定点の代名詞となっていた三角錐のモニュメントも残しつつ、これとは別に新たな慰霊碑も設置されました。慰霊碑は雲仙岳に向かって合掌するようなデザインになっています。農業研修所跡地や定点には島原半島観光連盟が実施するツアーでのみ現地に赴くことができます。これら遺構の他にも火砕流によって破壊された旧大野小場小学校や土石流によって埋没した住宅をそのまま残した土石流被災家屋保存公園といった噴火の遺構が各地に点在しています。火山と温泉と災害遺構。以前動画でご紹介した北海道の有珠山周辺と非常によく似ており、今回動画のテーマとして取り上げさせていただきました。もしよろしければそちらの動画もお楽しみください。また、今回の動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。